どうも、結城です。お電話でございます。お待ちしておりました。よろしくお願いします。今日は5階の方に行って、そこを立て直してこっちに一体にしたんですね。で、作品は生かそうっていうところで持ってきたんですけど、ここの建物を建てたその、ゼネコンさんっていうんですか、会社さんが芸術作品の配置も全部決めてこられて、じゃあその先生の作品はどうしたらいいんだ。この前こういう木手に入んないですよ、今の北海道の中で。この同じでだからレリーフ作るのにも大変ですね。多分この68年の豊かな時代だからこそできた作品かもしれないです。このイメージを持ってこんだけこう掘り上げていくのがすごいな。この辺がやっぱヌプリさんの特徴というかね、多分風の出し方とかそういうのだと思う。ポッドキャストがほとんど無料配信なんですけど、私のは1話だけ無料配信で、その後を買ってもらわないと聞けないんですけど、このエウレカっていうところが作ってるんですけど、他はいろいろ JWAVE とか普通の TBS ラジオとかいろいろなところ行って、僕は小さい頃はアイヌの中にいたので、あんまりこう差別感とかそのアイヌ以外の人たちに攻撃されたという記憶があんまりないんです。というのも僕は小学校2年ぐらいの時にもういわゆる内地と言われる、本州の方にですね、おばさんのところに、預けられました。行かされた背景もうちの父がですね、アイヌ解放運動という運動をしてましてですね、で今でこそね、うちの父結城商事はですね、解放運動の旗印のような解放運動の先駆者のようなね語り口でみんながこう賛辞してくれるんですけど、当時解放運動というと今のテロリズムとあまり変わらなくてですね、そうですね、何か事あるごとにアイヌが疑われたり、アイヌということだけで、まず警察に、引っ張られたりという状況で、そんな父ですから、普通のお嫁さんをもらった父ですけど、普通のお嫁さんである僕の母、日本人の母親はですね、耐えられなかったのかな。僕が7歳の頃に、家を出て行きました。東京で知り合ったかみさんとアイヌの夫婦として東京で暮らしてました。結婚式もやってね、アイヌ式の結婚式をなんと東京でやって、でちょっとそこで結城商事の息子っていう親父の年張りもあったせいか、そこそこみんなに名前も知ってもらったりね、で自分の考えてることも少しずつ喋れるようになって、であんまりその差別とかそういうものにいかないっていうのも僕の印象の中にもちゃんとみんなが分かってくれてて、でそんな時に、東京の札幌の先輩から200年ぶりにね、アイヌの海洋船の復興最大のサイズなんですけど、それが札幌で授業があると、それで声がかかってきたんですね。で僕の中にあるアートの心とですね、でやっぱりちょっとアイヌに目覚めてから、なんかこう東京にいるとサラリーマンとアイヌと使い分ける自分というものにちょっと疑問も持ってきましてですね、でそんな話もあって、北海道に行けるチャンスがいつかないかなって僕自身は実はかみさんに内緒でずっと思ってて、でそんな話があって、その海洋船復興のために、札幌に行きたいんだとうちのかみさんに話したら、
かみさんも行こうと、そういう話になりまして、で今まで命がけで何かをやるっていう感覚にすごく僕はその興味を持ったというか固執してましてですね、自分がそうやってそのサラリーマンやったり絵描きになったりという中途半端な自分っていうものがものすごく自分の中で嫌だったりするから、それも含めてね、なんか命がけでアイヌ文化をやってみたいっていう欲がその頃爆発しましてですね、じゃあ北海道に行って、たとえねその船を作って本当は戻るつもりでいたんです、東京に。で船を作って樺太サハリンですねまで行くっていうお話だったので、これはすごいなと僕も思いましてですね、船を漕ぐっていう行為、たとえ何時間でもやっぱり命がけだと思うし、物を作るってことだって素晴らしい命がけのことだなと、なんか集中してできる。で、船を作る工程もすごかったです。1メーター30ぐらいの直径1メーター30ぐらいの1000の木が札幌にやってきましたね。大型トレーラーで運ばれてきて、で見たことないですよ東京でそんな木なんていうのはね。でそれもインパクトが強かったし、丸太の木から船が出来上がっていくってこと自体がやっぱ現代人の僕らにとってはものすごいインパクトを持ってる。で現代アイヌなのでチェーンソーとかさまざまな道具は使うんですけど、主にでも主体になってるのはアイヌの知恵なんですよね。木を切る方向とか、どうやったらまっすぐ切れるとか、あとこれをどういう目を見て下にしたら船としてそこになるとか、そういうものも全部アイヌの知恵だったんですよね。それで例えば船のあばら木といってですね、船を丈夫にするこういうあばらになる木ですね、人間のあばらと合致する木なんかは、例えば桜の木で、桜の木のこの部分ですね、木が枝が流れてると思うんですけど、枝がこう出てると思うんですけど、この部分はいわゆる弾力性があって強いんですよ。風でもこっから先は折れることがあっても、こっから折れた木っていうのはないじゃないですか。でこういうのを使ってあばらにするんですよね。そういうその愛の知恵というか知恵の世界、物を買うことしかなかった僕の現代人の感性ではものすごくなんか見るものやること全てが尊敬、知恵、アイヌの文化の知恵から尊敬した、誰かを尊敬するという。木材を使う前にね、例えば今大きな材料って言ったら丸木舟を作る材料だな、5人も6人も乗る、それを木を取りに行く時にアイヌはみんなこうやって挨拶、山に挨拶してね、それで丸木舟のね木をいただきますってね、こうやってやってね、それでおじいさんがいてね、カムイのみんなをして「そうやってたけし」って言ったらね、俺たち若い者がね朝帰ってこうやってこうやって木倒したの。女の人は山菜採りに行ったらこうやってそれで挨拶して山菜と、だから山菜は全部取んないのだからね、根っこを残してさ、スッとまばきで切って、全部取らないで、男たちは木を相手にして作品を作ったり、家庭の日常的なものを作ったりしてた。だからそういうことがね、今の彫刻につながってるんだな。でそういうふうにこう過ごしてって約1ヶ月ぐらいでできたんですかね、船がね。で支笏湖というね湖に浮かべて、もう来月あたりサハリンに行くのかなっていう感覚でいたら、実はこの船はこう海なんて渡らないと。
まあ今あるこのアイヌのコミュニティのところに、博物館みたいなコミュニティのところにですね、その船は置いてあるんですけど、いわゆる売られていく船だったんですよね。